ゲーム性、スポーツ性、ロマンを求め、多くの釣り人が己のスタイルで魚と向き合うルアーフィッシング。生きた餌で魚を釣ることから始まった釣りの歴史は、時代の進化とともに、ルアーという魚に似た偽物を使うようになり、いかに餌のように見せ、魚を釣るのかという時代に変わった。ルアーフィッシングの中でも特にゲーム性があるブラックバス釣り。雑食な魚で季節、場所、1日単位で食べる餌や状況が変わることにより、バサーは常に天候や水質をもとに、バスがその日何を好んで食べているのかを日々探し続けている。現代の日本はルアーが供給過多だったり、釣りそのものの難易度の上昇により、何がルアー釣りの正解かわからない時代になっている。そんな中、今回ショークローズフィッシングは秋野の池で、この時期釣れないと言われているルアーを使い、現代のありふれた釣りの理論に鋭いメスを入れ、新しい釣りを提唱してきました。はい、ありがとうございました。これです。はい。ってことで、今回の企画、今釣れるルアーと全部逆の釣りしてみたっていう企画なんですけれども、これ今の秋、11月にもうなる手前、全魚の活性は下がってると思いきや、ブラックバスは上がってると。で、なんでかっていうと、冬しんどいやん。冬餌とかもあんま食う元気もなくなるから、今の時期食っとこうというシーズンなんだが、ザリガニとかは、活性下がってもなんかちょっともうほんま隠居生活みたいな。ただ虫とかもおらんよな。っていうやつを投げたら、単純に釣れるんじゃないかと。ほんでこれブラックバス釣りって、日本で言うともう50年以上の歴史があるんよ。人間とバスっていうのは50年以上戦いを繰り広げられてると。もう戦いなんや。昔はなんかもう何投げてでもブラックバスもルアーって知らずに釣れたと。簡単に食ってきてな。で、今はもうみんなルアーっていうの分かった前提で生活してるわけやん。で、もうこれ心理戦だよ。50年にわたる。今回もその心理戦として、逆にこのシーズン、秋の終わりにはおらんやつを投げることによって、魚がなんか今日疲れて釣れるんじゃないかという対決企画です。おーっと、はい。ブラックバスとのブラックバスとの人間の勝負。これをね、ちょっと今回、この時期、もうやる気がない魚とか、これもカニ。ミミズももうおらん、正直今。見えひんな。とか、あとはなんかもうおかしいルアーシリーズ、大量にご用意してますんで、これで全力で魚釣れるか検証していこうと思います。レッツゴー。さあやっていきましょうということで、何投げていこうかな。ちょっと今日正直俺ロンティー1枚やけど、ちょっと寒い肌寒いな。肌寒いっていうこの心理状況を汲み取って、ブラックバスも今日雨降るんよ。それ考えてちょっとなんか食っとこうかなみたいな。例えば、こちらもういないセミですよね、完全に投げることによって、俺の考えとしてはブラックバスが最後の死にかけたセミやなって言って食ってくれるはず。逆にな。今日つく作戦やから。とりあえずこの俺の理論が通じるのか検証していこうか。普通のバス釣りじゃありえへんよな。ありえへん。こんな時期にそれ投げんの。もう今これ使ってるやつおったらもう釣り場で笑われるレベル。スイッチのカセットがあったのに家にスイッチないみたいな。ほらちょっと今日ついていく作戦、セミ行こうか。それなんていう会社のなんなのそれ。なんていう会社の何かもう1ミリもわからない正直。おはようございます。この時期こんなやつ 100% おらんからね。でもあえてこの投げることにより魚が釣れると俺は思ってるんやけどね。いいところ。こんなな、夏場やったらこういうところの陰にブラックバスがおってバーンみたいな逆の釣りをすることによって実はおるんじゃないかと。バス釣りってマジで心理戦やからさ、もうすでにおるかもしれへんし、なんかもうありえへんって言って食ってない可能性あるな。だからそれが普通なんよ。普通をよく見せる企画や。はいちょっと虫系厳しいかな。てかもう無理やから。これはでも普通っちゃ普通な結果やな。普通。むしろ企画は成功してるとも言える。釣れんとあかんねん。釣れて成功なんやろお前。そうか。何言うとんねんお前。さあでもちょっと強気なルアーでいきたいよね。ちょっとこのオープニングでも喋ったこの時期ザリガニの活性は著しく低いと、いうのも加味してこれ投げたらどうなるか。ちょっと審議入っていいですか。どうぞ。この秋の時期ってさ、巻物が釣れるって言われてるやん。一説によるとね、例えばクランクベイト、バイブレーション、ニノーとか、それでザリバイブやん。それバイブレーションなんよ。ダメです。
ダメじゃないですって。いや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 、ちゃう、いやいやいや、何やねん、ちょっと待って。何や言ってみろよ。巻物の秋って言われるやん。ですよ。あれは魚系の話だ。クランクベイト。はあ、想像して。あれ魚系じゃなかったことある？まあ見た目は魚やな。ミノは？見た目は魚。バイブレーションは？魚です。これは何？それザリガニよ。そういうこと。いいやそうやろ。せやろ。ほんまかい。いいよ、じゃあやりましょうじゃない。やりましょう。でお前は釣れると思ってんねや。俺はこれが釣れるやつの逆やから釣れへんと思いながらも釣れると思ってる。俺はバイブレーションやから、釣れるとは思ってるけど、ザリガニやからカス低いから釣れへんとも思ってるけど、理論的には釣れるんじゃないかと思ってんねん。お前はバツ量知りすぎた。いいぞ、レッツゴー。あ、ザリガニっぽ。僕は見たことないですけどね、こんなザリガニ。あ、見たことない？ザリガニ逃げる時マジこんなんやで。でも俺な、正直な、この時期バイブレーションっていう系統のルアーめっちゃ苦手やから、正直釣れるとマジで思ってないよな。お前そのザリバイブ全否定してるよ。全否定よ。好き嫌いあってやろお前別に。よし、こちらセカンドポイント。おお、なんかおる。よう来るけど動画に今年1回もなってないんじゃないか。まずこんなところザリガニおらんやろ。やばいよ、物量。この人すごいな。でもなんか小魚バカおんな。だからここにおるやつらは基本的には魚を食っとると。ここで今日ついていこうか。まあちょっと藻があって引っかかりにくいやつを投げたいから、フロッグでいこうか。釣り岡でしょうって書いてるやん。釣り岡のコラボ。これ釣り岡ですら釣ってんの見たことないですかこれ。さあ、このもうほぼ11月のフロッグ釣れなさそう。釣れそうやけどな。時期今の時期やから、今の俺の感想がみんなの当たり前やろうな。まあそうやな、この時期にフロッグはってな感じやもんな。まあ今回はあれやな、この今の俺らの実力も鑑みて、まあ45釣れたらクリアにしようか。ああ、まあそれはエグいな。45センチ以上のバスが釣れたらクリア。こういう釣りはもう耐えられへん、ゆっくりできんわ。何やそれ。なんでやんだよお前。さあ、ちょっとそろそろ釣りたいなと思ってるんやけど、1個だけどうしても投げたかったやつがあって、何や。こちら。お前もうエンディングやん。お前さ、違うね。ふざけて、待って、それって何なん。いや、なんかこれ視聴者の人にもらってん、昔これ釣れるんすよみたいな。で俺も昔こういう系のやつが淀川で死ぬほど釣れたみたいなネットの記事を見たことがあるね。もうこれはもう2人とも釣れないにかけて当たり前ですよ。ちょっと動き見てみようか。動きあるんかな。やっば。いや、これが釣れたっていう話を聞いたことがあるんよ。投げてみましょう。時期関係ないもんな。どんな時期でも釣れたらすごいからなこれ。ほんまに。ほんまかい。何これ。ちゃんと針つけてもらったからな。これの名前ちょっと知ってる人みんな教えてください。教えてほしい。もう形変わってるよ。すごい。むちゃくちゃやん。なんか釣れそう。この池の反対側。まあ、これ抜粋やで絶対降りそうやけどな。長すぎる。欲しい。どないし釣れんこれ。アホなバスしか騙せんぞこんなん。ただ釣れそうな雰囲気はプンプンなポイントやね。見たパスやったよな。マスクってきてパスやったよな今の。ありえへんぐらいアホなやつおるぞここ。いや何でどう食った。今めっちゃいい動きしてる。見てこれ見て、動きやばない。見て、箱一くるくるなってる。なるほど、極地にまで動きがいいやつになってる。一番回転してる。くるくるとレベルマックスや。これちょっとしっかりやった方が良さそうやな。何これ。ちょっとよく見えてきてしまってる。なんかよく見えてきた。過去一なくるくるで君は何ができるのか。でも釣れへん気してきたな。なんかすごい。これ何これ。おらんのかな。なんか土煙やったぞ今。めっちゃ雰囲気いいよなこれ。雰囲気やばい。雨の次の日絶対エグいぞこれ。今日本で一番釣れそうや。くたくたくた。今日本で一番釣れそうや。くたくたくた。くたくたくた。バスや。ちょっと待って。
何が起こった？これの方がでかい。ルアーの方がでかい。おもろ。何これ？これ何？だこれがバス釣りの面白さやな。まあねなんでこれで釣れんねんってやつで釣れんのよ。おもろいけどもう3軍やな。さあ他のやつ行こうか。あ、ここでちょっとザリガニっぽいパターンいっとく。キングドリフトクロー。カニパンですか。カニか。これは釣れるんかな。これ動きある？ダイオウイカ。大多いかな。色も。まあでもちょっとまっとうなバス釣りっぽさあるよな。まあギリ。あ、適当に投げとこもう沈めるだけですね。う。もう沈めて、あとはちょっとイカ、カニ、こんな感じ。トン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 。まあなんとかなれ。ホースポーンド、レッツゴー。雰囲気いいな。人気はやばい。ちょっと丁寧にいった方がいいんちゃうかっていうぐらい。中でもハモあるよな。あの隙間が一番釣れそうやわ。待ってな。まだ。はい、You いってらっしゃい ready？ オッケー、いったんちゃう？ほんまですか？俺全然取れへんかったけど。何マンなんお前。何マンか言うだろうかお前。観客のが仕事してないんちゃうか。何マンか言うだろうかお前。言うたるで。はよ言わせろやお前。いつ言わすねん今日お前。ちょっと待ってる。まだやんけよ。あかんやろそんな引っ張ったら。視聴者の期待もちょっと裏切ってきて、どのタイミングでか楽しみにしといてほしい。頼むよ翔黒。はい釣ってくれよ45お前。雨降ってきてるぞ。雨降ってきたな。はいで今ちょっと丁寧にほんまそれこそザリガニっぽいムーブではやっぱ釣れへんかったな。あだからここで一旦その秋は巻物って言うやん。ほう。さっき投げてたザリガニ投げようか。ザリバイブですか？よし、再びリベンジ。巻いてみるパターン。俺的にはやっぱ巻き苦手やからあんまなこれで釣れる印象ないんよな。食ったこれ何？バスや。でかい。ちょっといいサイズ。マジで？ちょっといいサイズ。えぐ。ああ、バラした。ちょっと釣りたなってしもた。巻いてるだけ？巻いてるだけ。ほな絶対釣れるやんもう。おい初めてや。バイブ。めちゃくちゃセオリー通りの釣りや。秋は巻物を言うて。ザリガニでちょっとな分からへんとこあったけどな。いやお前めっちゃバスやってや。一回そこまで沈めの巻いてるだけで食ったな。これ違う？これ違う？でかいんじゃん。これでかいかも。バスや。よっしゃ。これ S サイズ。おっしゃ。おおいいサイズ。バラさ。めっちゃいいサイズ。めっちゃいいサイズ。よっしゃー。すごい。わ。本日もお願いします。どうもカメラマンの岸川です。今回はえぐない？いや普通にセオリー。いや食い方見て。この完全や。この食い方。ハーモニカ食いな。それやばいやん。ガチ食いや。オッケー、まあ35ぐらいかなこれはな。もうすごいなんかもう野池のバスって感じ。バスまだまだ釣り行くぜ。いやもうお前もう帰ろよルアー。お前もう企画ちゃうやん。3本だけ釣らして。お前さもうええって。いやイカさっき死ぬほど丁寧にやってれば全然反応なかったやろ。ほんで巻きに変えた瞬間に反応ぶち上がった。さあこっちはまだ投げてないぞ。ああこれは違うな。おーくうわすごい。食ってきたとこ見えた。完璧やろ。なんかかっこいいなこのバス。そのサイズで横持ちするんかい。さっきのでしてくれよお前。See you brother。もうちょっと楽しい。まだ投げる。正直やっぱザリバイブを楽しいな。やっぱ一回でも釣れてしまうと。あれ回収時まだ食いかで。嘘やろ。ほんまビランってしてたもん。そんなみんな意外と追いかけてきてんのか。やっぱ巻きに来たくなるんか。もう心中するやつ。このポイントで狙いやすいんよこれの方がお前。おおおいどんな釣り方やねんお前。一生釣れる。やばいバケモン。ザリバイブがやばいんだこれ。えぐ4匹目今日。そろそろ企画の趣旨変えてくるか。変える。
5ポイント、どう考えても釣れなさそうというか、今まで釣れたことないやつに行こうか。こいつかな。この今までなんなら釣れたこともないし、ただ巻物の部類ではある。ほらやっていっか。どうもこれはやばい。マジで釣れなさそう。これはやばい。雰囲気はね1級ポイントなんですよ。そうだからこれがもう釣れるとはわしは思っていない、正直。ただ一応釣るために努力して浮かさない。何座ってんの？楽やから。いや俺もう持たへんねん、このゆっくり巻くの。これからいつでも言うて、ゆっくり巻く系のやつやったらもう俺やるわもう。あ、そうやったらお前カメラマン持たれへんか。カメラまたでも持たれへんなお前。三脚会に出てくるお前何ができんねんお前。さあ何箇所目か。それルアーは変わらずそちらですか。他にもその持ってきてんの意外性のあるやつは。意外性というか、この時期釣れへんってやつ。ちょっとカメラマン的にはちょっとトップで釣ってほしいけどな。いやトップ持ってきてますやん。あるトップ選んでいいよじゃあ。マジ？さすがにこの時期むずいやろってやつ。待ってくれ、お前選択はお前3つしかないやんけお前。これトップちゃうから、もうこれかこれやわ。これで言うたらアヒルちゃんですね。アヒルちゃんでいきましょうか。俺も使わないといけないな思ってたし、一時一世を風靡したアヒルちゃんルアー。はい。もう俺らしか使ってないけど、正直これが好きやね。これもう過去に何回もバイトありました。何回もバイトあります。マジ来てるほら食いそううわなぜか釣れんのよ。ただそれも夏なんよ。なんで夏以外ブラックバスが下におるかわかる？それは寒いからそこに行くってことでしょ。正解。正解やった。ごめんなさい、知りすぎましたバス釣りだから難しいんよね。すいません。ちょっと気ぃつけてな。引っかかんなよ。ようこそ。ちょっと笑いすぎてブレてもうた。マジかよ。めちゃくちゃおもろいやんけ。バッチリ引っかかってるやん。おお、どれだ。さあ季節外れるわ最後。じゃあ行くよーってことで、もう雨降ってきてちょっともうこれやむことはないらしいけど、レッツゴー。安心と実績たまに出してくれる。いや今年釣ってないよお前。あれ釣ってない。はい。うわ相当今釣れそうな動きしてたのに。風引く。雨強い。一旦ちょっと撤退。一旦ものすごいなんかもう針も伸びてるわ。一旦これ雨で正直ちょっともう1時間2時間ぐらい休憩させたいけど、これもう一回投げてサクッと小鍋で釣れるか検証してみていい？ほんま 4,5 分様子見るだけ。よいしょ。もうさっきと同様巻くだけですか？単純に普通に同じ検証せんとな。ちょっと雨宿りしながらやるわ。雨宿りレベル1かお前。もはや濡れてんぞ。もはや濡れてる。ビチャビチャ落ちてるやん。食ってきた。えぐいギランってした今。一番でかかった今日の中で。だろ？手前で普通にギラーンできたん？ここでギラーンって食ってきた。やば。追いかけてきてたんかな。すごいな。食ってる？いや違うな。いや食ってる。やば。まだ外れた。ちょっとオチ取るから待ってくれ。オチフィッシュ今作りに行こうね今から。おっしゃ。すごい。危ない。秋は巻物。春は揚げ物みたいに言うなよお前。あらっしゃ。結局今回の裏テーマプロの考えベース俺の考え。
そんな裏テーマじゃなかったやろお前。魚 VS 俺言うてて。まあいろいろあったんや。まあこの対決、まあ、今回はそのルアーをテーマに、まあ、やっぱり自然と向き合う、やっぱ魚釣りって魚と向き合うのが面白いから、まあ、実際やってみてやっぱおもろい、まあ、釣りおもろいなってやったんやけど、まあこれね結局友達とか誰かと戦うっていうのもおもろいやん。どっちが大きいサイズ釣れるのかとか人とさ対決するで、これも釣りの楽しさとかあるやん。あるあるある。っていうことでこの11月お待たせしました対決シリーズでーす。この後来週の予告編流れるんでご覧ください。ということで今回は秋は巻物が最強でした。お疲れ様でした。バスプロのはじめさんに来てもらいました。これが最後にやるよ。負けました懲りずにまたですか。よっしゃ。でかいね。お疲れ様でした。おはようございます。いやーこんなね対決が実現するとは思わなかった。よっしゃ出た。よっしゃ戦いには勝った俺もだミラクルだまあイエーイお願いします。すずちゃんでーす。マジ？ほんまや。熱っ。うまっ。すげえ。またこれが来たかという。いやありがとうございます。よっしゃ。よっしゃ。やった。やっと来た。終了です。釣り狂いのまどかです。腕があれば勝てる。こんにちは。LCC 西日本 TV まっちゃんです。俺 VS 岸川でーす。今から対決します。はい、どうもケタです。あ、でかい。マジででかい。100グラムぐらいの勢いで飲ませてもらおうかな。よっしゃでかい。よっしゃおフィッシュ。よし。来た。オッケー。よっしゃでかい。おい、ほんまにほんまに。いけますこれ。いける？これ。今から対決します。ほんまに入れてる。嘘やろ。ほぼ一緒や。これはちょっとでかいかも。これでかい。熱すぎる。よしゃでっか。寒い。マジで白い息出てるやん。もう一回やって。失礼すぎる。ごめん。4DX になってるぞお前。